はい、今回は久しぶりに外部フィルターのご紹介をしたいというふうに思います。ということで今回私がご紹介するフィルターがこちら、テトラプレミアムバリュー X パワーフィルター75になります。でこちらのフィルターは結構前にもう発売すでにされているものになりまして、なんでね今更レビューするのかということなんですが、実際私の90センチ水槽を立ち上げるときにこちらを購入して、今使っておりますので、私が感じた使用感なんかをレビューできたらなというふうに思います。ですので結構もういろんな方がこちらレビューしておられますので、実際これで使って2ヶ月経ったらどうなるのかっていうところをご紹介したいというふうに思います。皆さんいかがアクアをお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、冒頭にもあります通り、今回はテトラプレミアムバリュー X パワーフィルター75のレビューをしていきたいというふうに思います。で実際に90センチ水槽で使っているということなんですが、立ち上げてから約2ヶ月間経過しておりまして、でその間ですね、しっかりメンテナンスをしていないんですよね。ですので2ヶ月メンテナンスしなかったらどうなるのかっていうところも含めて、ご紹介できればというふうに思います。はい、画面では開封作業をしておりますが、ここで仕様をご紹介しておきたいというふうに思います。適合水槽60から90センチ、流量 50Hz で660、60Hz で780リットル毎時、定格消費電力が50、60Hz それぞれ 9W、11W となっております。ろ過槽の容量がですね 5.8 リットルになります。で露材コンテナが今ご覧いただいている通りですね、1リットルのコンテナが3つついているということになります。ホースの内径が 12mm となっております。で露材もあらかじめついておりまして、まずは多孔質のセラミックリング、いわゆるドーナツ型のリングになります。でそして粗めスポンジでアンモニアの吸着マット、セラミックと活性炭がセットになった吸着露材、そしてウールマットということになっております。これだけで必要なものは全て入っているということになるかと思います。ただこれだけ露材がついているということは結構メンテナンスのたんびにコストがかかってくるということになるかと思います。最低1ヶ月ごとに交換しないといけないものもありますので、私が計算した感じでは1ヶ月1000円以上はかかってくるのかなというふうに思います。このあたりは市販のもの、他の代用品を使うというのもありです。はい、ということで仕様についてお話をしてきましたが、なんといってもこちらの商品、世界初真空ポンプが内蔵しているっていうのが最大の特徴になります。真空ポンプなんじゃそれということなんですが、要はですね、真空ポンプの力を利用して呼び水ができる機能が搭載されているということになります。いやー、これめちゃくちゃ便利だと思いませんか？呼び水するときにホースを口で加えられる方なんかは誤ってね水を飲んでしまうとかいうこともあるかと思いますし、そのあたりを電子的にスイッチ一つでできてしまうというのがこちらの商品の優れた部分ということになります。また電源ボタンというのがついておりますので、メンテナンス時にコンセントを抜かなくていいというのも一つのメリットになるかなと思います。で私が個人的にこちらを選んだ理由はもう一つありまして、今画面に映っておりますこのホースとの接続部分ですよね。これがワンタッチでできるというのがもう一つの魅力かなと思います。例えば A ハイムのダブルタップ、あれはあれでね気に入って使ってらっしゃる方結構多いと思うんですが、私ちょっとねあんまり得意じゃないというか、あそこのホースの接続が結構ね毎回めんどくさいんですよね。水槽と水槽の隙間とかがほとんどない方だとなかなかねダブルタップを外すっていうのも手間に感じてしまいます。このあたりは A ハイムのプロフェッショナルシリーズと同じくですね、ワンタッチで取り外しができるというところは私はかなり気に入っております。はい、ということで今映像では最後の取り付けですね、パイプを取り付けるというところまで来ております。さあではいよいよですよ皆さん、真空ポンプのスイッチオンです。今見えているスイッチを奥に押し込むことで真空ポンプが動き出してですね自動で呼び水ができるということです。
いやー、これめちゃくちゃ便利です。これ初めて使ったら結構感動するレベルじゃないでしょうか。で、ある程度呼び水ができたら今度は手前にスイッチを入れることでフィルターが稼働します。いや、ちょっとこれはかなり楽で最高かもしれません。はい。で、ここからですね、2ヶ月弱経過したのがこちら。だいぶ水草が成長しました。ちょっと有機草とかはもうすでに2度ぐらいトリミングしております。で、フィルターのメンテナンスですが、一度ホース、パイプを掃除しているという状況になります。ただ本体の中身は2ヶ月間全然開けておりませんので、今回ね、どうなっているか見ていきたいと思います。さあ、2ヶ月間経過したこちらのフィルターの中身はどうなっているんでしょうか。同じようにですね、ポンプの電源を切って、はい、このような形でワンタッチでホースが外せるということが最高です。さあ、ではフィルターの中身を確認していきましょう。まずはモーターヘッド部分を取り外します。いやー、結構ね、2ヶ月経過しているので正直心配ではあります。実際フィルターのメンテナンス1ヶ月以内にねしないといけないものがこれパーツでついているので、はいということで開くとどうでしょうか皆さん。暗くて見えないかもしれませんが、もうね、私自分の中では予想があるというか、もうね、ちょっと分かってる部分があります。中をちょっと触ってみます。はい、めちゃくちゃ汚れていました。いや、実際にパイプの掃除を1回したということをお伝えしたと思うんですが、そうなんですよ。もうね、かなりね、流量が落ちてたんですよね。だからこうなることはちょっともう予想しておりました。やはりこれ90センチ水槽まで一応対応しているということなんですが、メインはね60センチ水槽用だと思うんですよね。実際フィルターっていうのはちょっと大きめの、導入するっていうのが基本になるかと思いますので、90センチ水槽にはちょっとね正直厳しいかなというふうに思います。いや、もうめちゃくちゃ汚いでしょ。はい、これ一番上のね、パーツなんですけども、めちゃくちゃ汚れていました。で、今これホースでもう普通に水でジャーって流してるんですが、一応使っているのはカルキ抜きをされた水っていうのを使っています。あんまり意味あるかわからないんですが、バクテリアもねすでに定着していると思いますので、その辺はねキープしたいと思っております。いや、もうウールマットも真っ黒ですよね。で、これね洗ってるんですけど、ちょっとね今替えがなくてこいつを再利用するしかないんですよね。いや、それがかなり正直心配です。で、今回こちらのフィルターちょっとねもともと懸念点が何点かありました。まず1つ目が露材です。で、先ほどご紹介した通りいろいろ露材がついていて、メンテナンスでねコストがかかるということもそうなんですが、この露材ねちょっとこのフィルターのこのコンテナに対して、少なめなんですよね。あんまりパンパンに入れるのも、もしかしたら流量の低下とかにつながるかもしれないので、そんなにねぎゅうぎゅうに入れる必要はないと思うんですが、にしてもね結構隙間がいっぱいあって、なんとなく能力を発揮 100% してないような感じがしたんですよね。で、もう一つがホース内径 12mm っていうのが一つ気になる点です。実はこちらもう一つ上のサイズ90というサイズがあるんですよね。で、露材の容量も7リットルと増えるんですが、ただこちらもホース内径 12mm ということになります。で、私今まで使った外部フィルターで 12mm のものっていうのは結構ね失敗確率あるんですよね。で、エーハイムのプロフェッショナルあちらになると 16mm 内径が 16mm のホースになるので、あれだとね今まで失敗ありません。露材の容量も違いますし、値段もねその分かなり高いので、その辺はちょっと比較にならないかもしれませんが、やはりホースが狭いとその分ねちょっとでも詰まるとかなりの流量の低下が見られるんですよね。その辺が水質の悪化とかにつながったりするのかもしれません。はい、ということで見てください。めちゃくちゃ汚いです。2ヶ月弱でまさかここまでね汚れるとは正直思っていませんでした。はい、ということで再び露材を戻してですね、このような形でホースを接続しました。はい、で同じく呼び水をしないといけないので奥にスイッチを入れないといけないんですが、私ちょっとねもうこの時点でやり方忘れておりまして、そもそも真空ポンプが内蔵されているっていうね最大の特徴も忘れておりました。今ちょっと焦って何回もボタンをポチポチ押してるんですが、奥に押せば真空ポンプが動くということになりますので、皆さんもご注意ください。
はい、ということで無事呼び水もできましたので、新たにスイッチを入れるということになります。いやー、めっちゃ白濁りしました。今の様子はフィルターを回した直後です。ここからですね、2日経過してまだやっぱり白濁りしています。いや、ちょっとこれやっちゃってるかもしれませんね。いや、これはまずいということで対策をしました。エーハイムプロフェッショナル42271に交換をしました。いや、もう今回はこれはねちょっと仕方がなかったです。もうこのまま放置すると必ず崩壊につながりますし、やはり90戦水槽にこの75は結構厳しいかもしれませんね。やはり90そちらだと結果は変わっていたかもしれません。ただこれは私の環境下でのお話ですので、当然水槽っていうのは一つ一つ環境違いますので、皆さんに当てはまるかどうかは分かりません。ただ懸念点としてはやはり露材が少し少ないかなというところと、あとはホース内径 12mm っていうのはやはり私は結構気になります。私かなりズボラな性格でして、1ヶ月に1回のメンテナンスっていうのはね正直かなり厳しいです。エーハイムのプロフェッショナル4だと私半年間ぐらいずっと放置しても結構ね、環境がいいままキープできたりっていうのもありますので、今後はですね60センチかそれ以下の水槽で使っていこうかなというふうに思います。はい、ということで今回はテトラプレミアムバリュー X パワーフィルター75のご紹介をしました。私にとってはちょっと残念な結果になってしまったんですが、やはりこの真空ポンプ内蔵のこの呼び水は非常に楽。いや、ここはね本当にすごい素晴らしいポイントだと思います。で、あとは露材をカスタマイズして60センチ水槽ぐらいで使えば結構使えるフィルターになるんじゃないかなというふうに思います。あとはやっぱり値段がね結構安くて Amazon で1万2000円ぐらい。定番のフィルターの エーハイム2213と、それほどね変わらない金額になるかと思いますので、呼び水いやちょっと面倒だなとかダブルタップいらねえなっていう方には結構ねおすすめのフィルターだと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。